私の体験談ですか？恥ずかしいけど頑張ります。みつき、また何かやらかしたの？それ、聞きたい。初めて日本に来て何に一番驚きましたか？やっぱりお店での注文とか、道を聞くときかな。教科書と全然違ってて、そうそう、教科書ってちょっと硬いよね。リアルな会話はもっとフランクだし。まさにそこがポイント。どんな失敗談がありますか？すみませんって言いすぎちゃって、店員さんを呼ぶときとか、道を譲るときとか、ああ、それあるある。すみませんって謝るだけじゃないもんね。具体的にどんな状況でしたか？話してもらえますか？カフェで注文したいのに、店員さんが忙しくて、ずっとすみませんって言い続けてたんです。え？ずっとすみません言いっぱなし？それはちょっと。なるほど。日本語には状況に応じたいろいろな表現がありますからね。そうなんです。この前、友達と話してて、あの人ちょっとやばいねって言ったら、みんなに笑われちゃって。何がいけなかったんですか？やばい？どういう状況で使ったの？それ聞きたい。やばいは文脈で意味が変わる面白い言葉ですね。良い意味でも悪い意味でも使われますから。そうなんですか？私、悪い意味で使ったつもりだったんですけど。そうそう。マジでやばい時もあれば、最高にやばい時もあるからね。使い分けが大事なの。みつきさんの場合は、友達は違う意味に受け取って面白かったのかもしれませんね。じゃあ、どう使い分ければいいんですか？では、レストランで注文する場面を想像してみましょう。みつきさん、ラーメンを頼んでみてください。はい、ラーメンください。もちろん通じますが、もう少し丁寧な表現もありますね。みつき、もうちょっとスマートに言ってみてよ。例えば、ラーメンをお願いしますとか、ラーメンをいただけますかなど、状況や相手への敬意を示す言葉がたくさんあります。わあ、そんなにたくさんあるんですね。若者なら、ラーメンちょうだいとか言っちゃうけどね。でも、ちゃんとしたお店じゃダメだよ、みつき。はい、気をつけます。そうそう、教科書には載ってないけど、若者がよく使う言葉ってたくさんあるんだよね。例えば、エモいとか、ワンチャンとか。確かに辞書には載っていない表現も多いですね。こういう言葉を知ってると、日本人ともっと仲良くなれるんだよ、みつき。へえ、エモいって何ですか？なんか感動するってこと？そうそう、感情が揺さぶられる感じ。なんかエモいよね、みたいに使うんだ。感動や懐かしさ、心に響くような感覚を表す言葉ですね。へえ、じゃあ流行りの言葉を知るのもすごく大事なことなんですね。そう。まさに、たくさん学ぶってことの一つだよ。そうですね。道に迷って、ただ、ここ、どこですか
と聞くだけでは、相手も困ってしまいます。そうなんですか？どうすればいいんですか？みつき、それよくやりがちでしょ？もしかしたら。大事なのは、場所や状況を具体的に伝えることですね。例えば、〇〇駅に行きたいんですが、この道で合っていますか？のように、なるほど。目的地を伝えるんですね。そうそう。あとは、あのコンビニの角を曲がって、すぐの信号を左。みたいに、具体的な目印を言えると最強。目印。それはすごくわかりやすいです。語彙が豊富だと、より詳細に説明できますからね。そうですね。日本語には漢字という視覚的な情報源があります。確かに、看板とか漢字が読めると全然違うもんね。漢字、難しいけど大事なんですね。頑張ります。多くの漢字を知ることで、標識や新聞、本などの情報が格段に読みやすくなりますからね。わあ、そうなんですね。街中の標識とか漢字が読めると安心です。そうそう、スマホのニュースとかも漢字だらけでしょ？また、複雑な文法構造を理解すると、より深いニュアンスを表現できるようになります。深いニュアンス。例えば、どんなことですか？例えば、敬語の使い分けなどですね。ニュースとか公式な文章を読むには、漢字と難しい文法は必須だよね。なるほど。奥が深いですね。たくさん学びたいです。そうですね。日本語を深く学ぶことは、単に言葉を覚えるだけでなく、日本の文化や考え方を理解することにもつながります。へえ、文化や考え方ですか？具体的にはどんなことでしょ例えば、ことわざや慣用句には、日本人の知恵や歴史が詰まっていますね。う？わあ、そういうのもっと知りたいです。なんかすごく面白そう。そうだよね。アニメやドラマもただ見てるだけじゃなくて、セリフの裏にある文化的な背景を知ると、もっと面白くなるよ。そうなんですか？ただ見てるだけじゃダメなんですね。登場人物の感情や行動の理由がより深く理解できますからね。昔の時代劇とかだと、今の言葉遣いと全然違うしね。時代劇。難しそうだけど、チャレンジしてみたいです。もちろん。日本語を深く学ぶことは、進学や就職のチャンスを広げることにもつながりますよ。そうなんですね。将来、日本で働きたいので、もっと頑張らないと。うんうん。日本の企業ってコミュニケーション能力だけじゃなくて、日本の文化を理解してる人も求めてるからね。まさにその通りです。高い日本語能力はあなたの大きな強みになりますよ。文化を理解してるって、具体的にはどんなことですか？アニメとかドラマだけじゃなくて？そうだね。例えば、ビジネスでのマナーとか、職場の雰囲気の読み方とか、そういうのって教科書には載ってないでしょ？そういった非言語的なコミュニケーションや
日本特有の習慣を理解することも大切ですね。なるほど。ただ単語を覚えるだけじゃなくて、文脈とか文化とか、いろんなことを知ることがたくさん学ぶってことなんですね。そうそう。みつき、やっとわかったね。ええ、まさにその通りです。言葉は文化と密接に結びついていますから。はい。なんだかもっと日本語が好きになりました。それは嬉しいね。これでまた失敗談が増えそう。大丈夫ですよ、みつきさん。焦らず楽しみながら続けることが一番大切ですからね。楽しみながらですか？そうそう。間違えても全然大丈夫。それが上達の道だからね。みつきさんが体験したような小さな失敗もすべて学びになります。そうなんですね。ちょっと安心しました。次はどんな面白い失敗談が聞けるか楽しみにしてるよ。そうですね。これからもいろいろな状況で実践的に使ってみてください。皆さん、今日のお話いかがでしたか？私はすごく勉強になりました。みつき、また一つ賢くなったね。ええ、日本語を深く学ぶことは単に言葉を覚えるだけではないんです。コミュニケーションだけじゃなくて、そう、コミュニケーションを豊かにし、日本の文化や考え方を深く理解することにもつながります。まさに未来の可能性を広げる素晴らしい旅だよね。はい。これからももっともっと日本語を勉強して、いろんなことに挑戦したいです。うんうん。みんなもミスタージャパニーズチャンネルで一緒に楽しく日本語学んでいこうね。チャオラらず楽しみながら続けることが大切ですからね。はい、頑張ります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。